皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、今中国が頭へ抱え、そして苛立っている原因となっている反中国包囲網の国際的な動きについて解説していこうと思います。この中国の苛立ちの原因となっている世界的な動きを理解するのに非常に良いニュースがあります。それは、イギリスで行われた G7 先進7カ国の外相会合の共同声明です。この共同声明の中において、今世界には3つの脅威があることが述べられています。その3つの脅威というものが中国、そしてロシアと新型コロナウイルスです。特に中国に対しては非常に具体的にチベット・ウイグルにおける民族への弾圧、そして香港問題、さらには台湾や南シナ海、東シナ海での勢力圏拡大の動きに対しての牽制を非常に強くしています。これまではどちらかというと中国との関係を重視するあまり批判の声というものが上がりづらかったヨーロッパの国々が徐々にではありますが確実に反中国包囲網の一角としての姿を見せ始めているのです。今回の G7 外相会合の共同声明から今世界がどのように中国に対する締め付けを強化しようとしているのか理解を深めていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。 G7 外相会合対中結束の意味は大きい。ロンドンで開催された先進7カ国 G7 外相会合は覇権追求を強める中国に対し人権侵害や海洋進出、貿易観光など幅広い分野で強い懸念と牽制を表明した。自由や民主主義の価値観を共有する国家のグループとして足並みを揃え、専制主義国家に断固対抗する姿勢を鮮明にしたことに大きな意味がある。特に共同声明に台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、両岸問題の平和的解決を促すと明記したことは重要である。4月の菅首相とバイデンアメリカ大統領による共同声明と歩調を合わせたものと言える。日米首脳の共同文書での台湾への言及は約半世紀ぶりで、G7 の首脳、外相声明でも極めて稀なことだ。台湾問題は中国抑止の焦点の一つである。日本は台湾有事の影響を免れない。警告を発するだけでなく、あらゆる事態を想定した備えが必要である。外相声明は中国が反対する台湾の世界保健機関 WHO の会合参加にも支持を表明した。ウイグル人やチベット人の弾圧、香港の民主派排除、不公正な貿易慣行やサイバー攻撃に言及し、東シナ海、南シナ海での緊張を高める一方的行動への反対を表明した。6月の G7 首脳会議サミットに先駆けたもので、今後貿易、保健などの G7 閣僚会合が開催される。新型コロナウイルスへの対応など、それぞれの分野で中国問題を指摘し、国際ルールに従い対応するようサミットの場で突きつけてほしい。トランプ前政権下では、貿易問題などで欧米の足並みが乱れ、中国やロシアに付け入る隙を与えた側面は否定できない。中ロに対抗するには G7 の結束が大前提だと確認しておきたい。ウイグル問題では G7 で日本のみが制裁行動をとっていない。このままやり過ごすことは許されず、旗手を鮮明にすべきだ。イギリスのジョンソン首相は G7 に韓国、オーストラリア、インドを加えた D10 を提唱している。民主主義国家のグループとしては、日米豪印のクアッドもあり、バイデン大統領は民主主義サミットの開催を目指している。G7 には1970年代からの歴史があり、国際的な懸案に対して緊急声明で対応するなどの機能もある。対中結束の重層的な枠組みの中軸と位置づけるべきだ。国際的な脅威というものが高まっていても、この動きを抑えるための組織というものは今のところ地球にはありません。例えば国連などという組織があるわけですが、あれはあくまでも第二次世界大戦時における勝ち残った国々における組織であり、決して公平中立のような正義の団体などというものとは全く程遠いものです。現にロシア、中国が常任理事国にいる以上、彼らが何をしても基本的には自分たちにとって都合の悪い問題に対しては拒否権を発動することによって問題をうやむやにすることが非常に簡単なのです。そして現代においてはチャイナマネーの侵食により国際的な機関の人事権などが中国によっていいようにされているといった問題などもすでに発生しています。
そういった意味においては中国に対する牽制ができる組織というものは存在しないわけです。ですから G7 のような従来の枠組みを活用して中国に対する明確な陣営作りを図るというのが現実的な選択としては非常に有効なのです。今回の外相会合における共同声明の中では中国に対する明確な批判の言葉が並びました。そして中国が最も嫌がっている台湾問題についてもこの G7 の中では台湾を WHO 国際保健機関に参加させるべきだという支持表明なども行われており、これらなどはまさに中国の最も嫌がる意見というものを明確に打ち出しています。同様に中国が否定し続けているチベットやウイグルなどにおける民族への弾圧なども揃って参加各国が支持しているよということを前提として共同声明に盛り込むことができたのは中国にとっては非常に苛立つ原因となっています。そしてこのような動き、つまりヨーロッパ各国が加わる形で明確な批判ができているこのような形を示したことがまさに今後の政治上においても非常に重要なことです。というのもヨーロッパ各国というのは中国との貿易を拡大しています。例えばヨーロッパにとっての最大の貿易相手国というのは長年アメリカでした。しかし近年においては中国との貿易というものが拡大を続けており、それによって最大の貿易相手国はアメリカから中国へと後退したのです。ですから経済だけを考えれば中国に対する批判などはヨーロッパ各国はしない方が基本的には自分たちは利益を得ることができます。しかし自分たちが利益を得ているのと同様に中国にとってもヨーロッパとの貿易を拡大することは中国自身の国力増強へとつながり、それがまさにヨーロッパにとっても脅威となりつつある。このことがまさにヨーロッパを今回のような G7 の場における共同声明で中国を批判することへとつながっているのです。これまで中国との貿易関係を非常に重視していたドイツやまた一帯一路構想に協力することによって脆弱な経済を立て直しを図っていたイタリアなどは中国への批判をこれまではポーズだけで済ませていたものがいよいよ陣営としてどちらの立場に立つかということをそろそろ決めなければならない時期に入っています。そしてこのような声明に加わったということがまさに一つの意思表明となりつつあるのです。本心ではそのような中国批判というものはしたくないなというふうに思っているかもしれませんが、中国側の反応というものは彼らにとってはより現在の方向を強化する方向へと流れるでしょう。というのも中国にとってみればドイツやイタリアはまあ今まで批判してきたけれどなんだかんだ言って経済を重視するからこれまで通り中国との関係を重視するだろうなという前提に立っていたはずです。しかしドイツやイタリアも加わる形での共同声明で中国への批判の声を強めているのですから彼らにとっては裏切られたという気持ちが強いかもしれません。そのために新中国として有名なドイツに対しても過去の植民地政策の話題などを取り上げてドイツには中国を批判できるような資格などないといったような形で強烈な批判をお返ししています。このような批判に対する逆ギレというものはそれこそドイツの心象を非常に悪くするものであり、このような中国の反応をもってしてさらにドイツの中国離れを加速させることとなるでしょう。これまで中国の脅威に対しては脅威にさらされている国一つ一つの国が中国と対峙するしかありませんでした。それが近年ではアメリカの覇権を直接危険にさらしていることから中国に対する対抗政策というものを打ち出してきたわけですが、それがさらにバイデン大統領に代わってこれが国際協調路線へと舵が切られ G7 の協調という一つ上の段階へと私は進んだと思います。政治的な動きとリンクする形での軍事的な結束というものも徐々に進んでいますから、このような国際的な情勢の変化というものを捉えて日本も中国と対する覚悟というものを国内の法整備や組織づくりなどへと反映させてほしいものです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。